デイビー・ジョーンズも D の一族だった。ロックスのゴッドバレー行きの真相が明らかに。皆さんこんにちは、私はシレンナです。長い1週間がようやく終わり、ワンピース第1159速報が公開されました。タイトルは運命の島です。扉絵連載はヤマトの物語が続き、花の都に戻りました。この話はロックスの物語が続きます。シ役が蜂の巣で誘拐されたというニュースは世界を震撼させました。やはり私のこれまでの予想通り、役は誘拐されました。これまでの布石は彼女を引き金の一つにするためのものだったのです。誘拐を仕組んだ裏切り者は王直で、首領マーロンも殺害しました。誘拐の理由の一つは世界政府の金を手に入れるため。やはりこの男でしたね。先週火曜に公開した私の動画でも王直だと見ていました。38年前、すなわちゴッドバレー事件が起きた年、フィガーランド・ガーリング星がゴッドバレーに舞い戻り、シャンクスとフィガーランド・シャムロックの母親を襲い、子供たちを聖地マリージョアへ連れ戻そうとしました。なんという暴挙でしょう。当時まだ17歳のモンキー・D・ドラゴンもゴッドバレーに姿を見せ、当時は一階の海軍兵でした。同時にバーソロミュークマ、ジニー、エンポリオイ・ワンコフは奴隷船でゴッドバレーへ向かっていました。若きモルガンズは海賊たちにゴッドバレー関連の情報を流しており、やはり当時から一枚噛んでいたわけです。ゴッドバレーへ向かう途上、ロックスとハラルドは再会します。ロックスは自らの目的を明かしました。家族の安否を案じてゴッドバレーへ向かうのだと。というのも、彼はマーシャル・D・ティーチとその母を彼らの故郷、すなわちゴッドバレーへ送り返していたからです。なんてこった、ロックスはゴッドバレーを安全だと思っていたのでしょうが、結果的に世界で最も危険な場所になってしまったのです。だがさらに意外だったのは、ロックスの本名がデイビー・D・ジーベックで、秘匿された一族の出身だったこと。祖先はなんとデイビー・D・ジョーンズ。伝説の深海の海賊にこんな血脈があるとは。いやはや、また小田栄一郎が伏線を回収してきましたね。道理でロックスがネローナイムを前に自分の憧れはデイビー・ジョーンズだと言えたわけです。続いてロックスとハラルドは交戦しますが、ハラルドはわざと敗北し、ロックスを先へ向かわせます。二人の友情は相克しつつも複雑です。この話の終盤、ゴッドバレーの対戦が幕を開け、役は大会の最高賞品となり、幼いティーチとその母はこの戦いの奴隷に。一切がつながりました。ロックスは妻子を救うため、ゴール D ロジャーは役のため、モンキー D ガープはロジャーのため、全員がそれぞれの持ち場についたのです。同時に海軍兵モンキー D ドラゴンは瀕死のシャンクスとフィガーランド・シャムロックの母親を発見。彼女は自分の子を助けてほしいとドラゴンに懇願します。ドラゴンは何を選ぶのか。ガーリング星はゴッドバレーで赤髪の女性と一夜を共にし、シャンクスとシャムロックを設けた。6年前、ロキが父を殺して悪魔の実を奪い、その事件の黒幕こそシャムロックだった。ワンピースの物語はついにシャムロックの存在を明らかにした。小田栄一郎の化身ともいえるシャンクスは、数多くのワンピースファンにとっての拝みであるだけでなく、その出自は謎に満ちている。早くも2018年、原作が第907話に達した際、シャンクスは意外にも合意星の権力の間に姿を現した。彼は落ち着いてこう言った。話がしたい。その話以降、シャンクスの正体についてワンピースコミュニティでは2つの有力な説が広まった。一つはシャンクスが天竜人であるという説、もう一つはシャンクスに双子の兄弟がいるという説だ。物語が進むにつれて、シャンクスの出自は徐々に明らかになっていった。特に2022年の劇場版レッド公開時に、公式の映画設定集で初めてシャンクスの年表が明かされた。38年前のゴッドバレー事件で、ゴール D ロジャー率いる海賊団は財宝の中から偶然一切の乳児を発見した。それがシャンクスだった。その事件のもう一方の当事者がフィガーランド・ガーリング星と彼が率いる神の騎士団である。ガーリング星の髪型は個性的だが容姿は良い。さらに重要なのは、合意星が赤髪のシャンクスがフィガーランド家の出身である可能性をほのめかしていた点だ。そこからシャンクスは海に流れ着いた天竜人の子孫であり、天竜人としての身分は失っているが血筋は残っているのではないかと推測される。こうして長年にわたる推測は一つの裏付けを得た。ロジャーはシャンクスを有望な後継者として育てようとしていたように見え、シャンクスも期待に依えて最終的に4スベロギの一人となった。しかしフィガーランド家にとっては大きな損失だった。
天竜神狩りという慣習からして、たとえ貴族同士であっても競争関係は存在し、加盟の名誉は非常に重要である。フィガーランド家はシャンクスという潜在的な後継者を失った。もしシャンクスが本当にガーリング姓の息子であれば、ガーリング姓の胸中は察するにあまりある。注目すべきは、ガーリング姓の海賊に対する態度が著しく変化している点だ。若い頃はロジャーら海賊に向かって闘志を燃やし、率先して斧の世を挑んだが、老年になると海賊を助ける者をあざけり、さらにはゴミ以下だとまで言い放つようになった。この態度の変化は、海賊たちが彼に与えた影響が深かったことを示唆しているのかもしれない。では、ガーリング姓はシャンクスを探そうとしたのだろうか。答えは肯定的であるはずだ。そのことを裏付ける別の細部が存在する。頂上戦争の終盤、シャンクスは赤髪海賊団を率いて現れ、停戦を成立させ、自らエースと白ひげの遺体の処理を申し出た。元帥戦国はこれを認め、眼蓄のある言葉を残した。赤髪ならいいだろう。当時は単にシャンクスの実力への評価と受け取られたかもしれないが、今ではその発言の背後により深い理由、シャンクスの出自が隠されていた可能性がある。海軍や世界政府の上層部の間では、シャンクスの真の身元は必ずしも秘密ではなかったのかもしれない。推測されるのは、ゴッドバレー事件の後、フィガーランド・ガーリング姓が流れ着いたシャンクスの捜索を始めたということだ。シャンクスが名を挙げた際にその出自が確認されたものの、2人は全く異なる道を歩んだ。シャンクスはガーリング姓の呼びかけを拒み、やがてヨンスベロギの一角へと上り詰めた。重要な分岐点となりうるのは6年前であり、その年はシャンクスの勢力が台頭した年であると同時に、エルバフでロキが父を殺害した重大事件が起きた年でもある。両者の間に何らかの因果関係があるのか、考察の余地は大いにある。世界貴族中の名門としてフィガーランド家はシャンクスを失ってから再び子を設けたのか、あるいはシャンクス自身が双子だったのか、これらの仮説には現時点で決定的な証拠はないが、既存情報からすると一定の可能性は残る。しかし第1134話に見られる別のディテール、すなわちクローン技術の存在はより注目に値する。小田栄一郎は作品内で対称性を多用することで知られており、それは第1023話売り2つで特に顕著だった。この話では4組の酷似したイメージが提示された。サンジとキングの炎の類似、ゾロと下月龍馬下月牛丸の驚くべき類似、成長した光月桃の助と光月おでんの要望の酷似、そして桃の女の竜の姿と街道の竜の姿が胸像のように対応していることだ。第1134話でもまた一つの対象が現れ、ベガパンクとシャンクスの二重像が示された。ベガパンクはかつてエルバフ訪問時に別のクローンを見せ、話の最後に現れたシャンクスは本物のシャンクスと極めて似通っていた。これはオダが仕込んだ伏線であり、そのシャンクスが複製体や影に過ぎないことをほのめかしているのかもしれない。すなわちフィガーランド・ガーリング姓がゴッドバレー事件で失った息子の空白を埋めるため、シャンクスの血統の遺伝子を用いてクローン技術で代替となる存在を作り出そうとした可能性がある。ベガパンクのクローン技術は孤立していたわけではない。マッツ解散後、この技術は偉大なる航路上で広く伝播した。ビンスモーク・ジャッジはクローン技術を用いてジェルマ66を作り上げ、ベガパンクはクローンで自身の分身やステューシー、パシフィスタを生み出した。注目すべきはパシフィスタ計画の黒幕が合意母子の一人である科学防衛武神コジェーガルシア・サターン星であったという点だ。サターン星は自らを科学者と称し、星地で様々な過激な実験を行っていた。これは合意母子内部に独自の研究チームが存在することを示唆する。実際、合意母子がベガパンクやマッツを取り込んだ際にクローン技術の革新的知見を掌握していた可能性は高い。サターン星は古代の機械開発に関わっただけでなく、イムがルルシア王国を爆撃した際に技術支援を行い、ベガパンクを直接処遇するため自ら部隊を率いたことからも、科学防衛武神という職務には相応の研究的素養が求められると推測される。サターン星の死後、その職はフィガーランド・ガーリング星が継いだ。彼が新たな科学防衛武神となったことは、彼自身が科学者としての素養を持つことを意味するのだろうか。現在我々が目にするシャンクスは、ゴッドバレーで失った息子への埋め合わせとして、シャンクスの血統の遺伝子を用いクローン技術で作られた新たな個体である可能性がある。
このシャムロックは誕生時からフィガーランド家の後継者として扱われてきたが、一生を本物のシャンクスの影の下で過ごす運命にある。容貌は本物と極めて似ているものの、黒ひげと対峙していないため特徴的な3本の傷が顔に見られず、横顔にも痕跡がない。これは作画ミスではなく意図的な演出だ。しかしあまりに類似しているがゆえに、彼は行動時にマントで容貌を覆うことが多い。この描き方はルフィ一行が4時に初めて出会った時の場面に似ており、尾田栄一郎が外見の似たキャラクターを描く際の一貫した手法でもある。フィガーランドガーリング星が合意星に昇格した後、神の騎士団長の座が空席となった。その最有力候補があのシャムロックである可能性は高い。モンキー D ドラゴンが言及した神の騎士団の中核の剣士、そしてワンピースの結晶でほのめかされた謎の剣士の正体を合わせると、これら3者は一つに修練しうる、もう一人のシャンクスである。そして新任騎士団長としての初仕事で、シャムロックはイムが与えた転送能力を用いて再びエルバフに降り立った。なぜ再びなのか。彼らが転送を行う際の魔法陣をよく見ると、当時合意星が用いた魔法陣と非常に類似しており、違いは5という数字がない点だけである。発動時には大量の稲妻と炎が伴う。第1の事例ではサターン星が自身を島へ転送した。第2の事例では他の4人の合意星を聖地マリージョアから未来の島へ直接召喚した。では転送地点の座標はどうやって選ばれたのか。仲間の存在に依存する可能性の他にもう一つ考えられるのは、それらの地点が彼らにとって以前から馴染みのある場所であったということである。城の王座前の場面は手がかりを与えている。王座は明らかに破損し、背後の壁には戦闘の痕跡が残り、周辺は長年放棄されたかのように見える。これは6年前のロキの父殺しの惨事と関係があるかもしれず、その背後に神の騎士団がいる可能性が示唆される。エルバフはかつてジョイボーイの盟友であり、強大な力を有するため世界政府が警戒する存在だ。イムの配下で最精鋭とされる神の騎士団は、事態が最も緊迫した際に最高レベルの任務を命じられて出動する。シャムロックは周到に計画を練り、エルバフ内部に混乱をもたらしてその力を弱体化させようとしたのだ。6年前、ロキはこの陰謀に深く巻き込まれた。巨人族に伝わる伝説の悪魔の実を守るため、彼はその実を自ら食べることを選んだが、その結果として父ハラルド国王を殺害した犯人に仕立て上げられてしまった。この事件はロキと巨人族全体との対立を引き起こし、まさに世界政府が上等的に用いる分断と操縦の手口であった。混乱の最中、本物のシャンクスが間一髪で介入して懸賞金24億のロキを打ち破り、見事にヨンスベロギの一角へと名を連ね、巨人族の第4人となった。一方ロキは投獄され、シャンクスに対して敬愛と憎悪を同時に抱くが、彼が真に復讐を望む相手は幕後に潜む黒幕である。第1134話において、ロキと対話するモサもまた何らかの痛ましい出来事を経験しているように見え、ロキと同病少年の関係を形成している。しかし、その振る舞いは一種の偽装である可能性が高い。モサは自らの真の来歴を隠し、伝伝中を通じてロキに寄り添っているふりをしているが、実はロキの親族であるという線も考えられる。同時に、フィガーランド・シャムロックは再び当時の現場エルバフへとやってきた。現在のエルバフには過去に10年間にわたって空白の100年に関わる重要人物たちが集結している。オハラの生存者ニコ・ロビン、サウロと大量の抹殺されていない文献、科学の天才ベガパンク、世界政府の掌握から何度も逃れてきたバーソロ・ミュークマとジュエリー・ボニー。そして最も重要なのはすでにニカの姿に覚醒したモンキー・ディールフィである。ニカの秘密はエルバフでさらに明らかにされるであろう。ギア5の力は単なる奔放な戦闘力にとどまらず、未来島で合意星がほのめかしたように、巨人族とニカの間にはより深い結びつきが存在しうる。それこそが真にこわるべき力なのだ。そのため今回フィガーランド・シャムロックは随行員を一人だけ連れてエルバフに来ている。その随行員の正体は注目に値する。下まぶたの特徴から推測すると、性別は女性である可能性が高い。尾田栄一郎は女性キャラの描写にこの特徴を用いることが多いが、ジュエリー・ボニーや性別転換したトラファルガーロー、海軍のドール中将、そして第1134話に登場したサウロのジョシュ・アンジェのように、必ずしも全員がそうとは限らない。彼女は全身を包帯で覆っており、
その包帯は傷の手当てというより、むしろ何らかの強大な能力を封印するためのものに見える。ひとたび包帯が解かれれば甚大な脅威をもたらす可能性がある。フィガーランド・シャムロックの目的はおそらく世界樹である。もし世界樹が破壊されれば、巨人国は完全に滅び、ニカと巨人族のつながりも同時に断たれ、この潜在的脅威は除去されるだろう。そうして、いわばもろ神機婚の序章が開かれるのかもしれない。以上が今回の動画の内容です。最後までご視聴いただき、本当にありがとうございます。もし、ワンピース漫画の熱心なファンであれば、ぜひ私のチャンネルを登録してください。皆さんの応援が私の動画制作の最大の原動力です。それではまた次回をお会いしましょう。